アブー・ムーサー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承による、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、サッタッターフ・アライヒはサッタムーのお言葉です。ムスリムとユダヤ教徒、あるいはキリスト教徒の類、例えは、ある男が夜までの仕事をしてもらうために人々を雇ったようなものである。彼らは真昼、正午まで働いたところで、あなたからの報酬は必要ありませんと言った。そこで男は別の者たちを雇い、一日の残りの仕事を完成させてくれ。そうすれば約束した報酬を支払いようと言った。彼らは働き続け、アスル、午後の礼拝の時間になったとき、私たちが、これまで働いた分は、あなたに差し上げます。報酬入りませんと言った。そこで男は、さらに別の人々を雇い、彼らは太陽が沈むまで一日の残りの時間を働いた。そして、先の二つのグループの分の報酬をも完全に受け取ったのである。サヒーフ・アルブハーリー第558伝承。アブー・ムーサー・アッターが彼を喜ばれますようにの伝承による、預言者、彼にアッターの平安と祝福あれ、サッタッターフ・アライヒはサッタムーのお言葉です。ムスリムとユダヤ教徒、あるいはキリスト教徒の類は、ある男が決められた報酬で、夜までの丸一日の仕事をしてもらうために人々を雇ったようなものである。彼らは真昼まで彼のために働いたが、こう言った。あなたが私たちに約束した報酬は必要ありません。私たちが働いた分は無効、無報酬で構いません。すると男は彼らに言った。そんなことをするな。残りの仕事を完成させて、報酬を全額受け取るのだ。しかし彼らは拒否して去っていった。その後、男は二人の労働者、別のグループを雇い、彼らに言った。この一日の残りの時間を完成させてくれ。彼らに約束していたのと同じ報酬をあなた方に支払いよう。彼らは働いたが、アスルの礼拝の時間になった時、その二人は言った。私たちが働いた分は無効で構いません。あなたが私たちのために用意してくれた報酬も、あなたにお返しします。男は彼らに言った。残りの仕事を完成させるのだ。一日の残された時間は、あとほんのわずか、少しなのだから、しかし、彼らも拒否した。そこで男は、新たな人々を雇い、一日の残りの時間を働かせた。彼らは太陽が沈むまで、一日の残りの時間を働き、先の二つのグループの双方の報酬を完全に受け取った。これこそが、彼ら、三つの共同体の類であり、彼らがこの、啓示の光を受け入れたことの類なのである。サヒーフ・アルブハーリー第2271伝承。ハディースの解説。シャルフ・アル・ハディース。思考なるアッターは、ムハンマド・彼にアッターの平安と祝福あれ、サッタッターフ・アライヒは、サッタムを最後の預言者として使わし、彼の伝言、メッセージを最後の典型とされました。そして、全人類に対して彼に従うよう命じられました。それゆえ、ユダヤ教徒やキリスト教徒を含むすべての被造物は、イスラームの教えに従うことが義務付けられたのです。しかし、ユダヤ教徒とキリスト教徒の多くは彼に従うことを拒み、彼に下された教えを否定、クフルし、自分たちの手で改ざんした聖典に執着し続けました。そこで預言者、サッダッダーフ・アライヒは、サッタムンは、彼らとムスリム、イスラーム教徒の状態を説明するために、このハディースの中で例えを示されたのです。1、最初のグループ、ユダヤ教徒。預言者、サッダッダーフ・アライヒは、サッタムンは、ある男が夜までの仕事をしてもらうために人々を雇い、明確な報酬を約束した状況に彼らを例えました。彼らは真昼、正午まで働いたところで仕事を完成させることを拒否し、雇い主に対して、あなたからの報酬は必要ありません。私たちがこれまで働いた分は無効、無価値であり、まるで最初からなかったものとして扱って構いません。ですから報酬は要求しませんと言いました。雇い主が仕事を完成させて報酬を受け取るのだと言ったにもかかわらず、彼らはそれを拒みました。この最初の人々が意味するのはユダヤ教徒のことです。ここには彼らが真理を拒絶して背を向けたこと、そしてアッターが彼らを必要とされなかった、見捨てられたことが示されています。また、彼らがイエス・キリスト、彼に平安あれを否定し、律法、神の法を改ざんしたことによって、それまでの善行がすべて無効、一掃になったこと、そして、最初に引き受けた、仕事を完遂するという約束を破るという大罪、背信を犯したために、報酬を完全に剥奪されたことが示されているのです。2、第2のグループ、キリスト教徒。その後、雇い主は別の2人の労働者、第2のグループを連れてきて、
夜まで仕事を完成させてくれ。そうすれば報酬を全額支払いをと言いました。彼らはアスル、午後の礼拝の時間まで働きましたが、前のグループと同じように、報酬はいりません。働いた分は、こうでいいです、と言い出しました。このグループが意味するのは、キリスト教徒のことです。3、第3のグループ、ムスリム、イスラーム教徒。そこで雇い主は、さらに別の新しい人々、第3のグループを連れてきて、先人たちの残りの仕事を夜まで完成させてくれ。そうすれば、これまでのすべての報酬、前のグループが受け取るはずだった分も含めた全額をあなた方に与えようと言いました。彼らはその通りに実行し、二つのグループの分の報酬を完全に手に入れました。なぜなら彼らは、ムハンマド、ムーサー、モーセ、イーサーという三人の偉大な預言者全員彼らにアッラーの祝福と平安あれを信じたからです。この人々が意味するのこそが、ムスリムなのです。導きの光を受け入れるということ。その後、預言者、サッラッターフ・アライヒはサッラムは仰いました。これこそが彼らの類であり、彼らがこの、啓示の光を受け入れたことの類なのである。つまり、これがイスラーム、真理への導きの光を受け入れる際における、ムスリム、ユダヤ教徒、キリスト教徒の姿勢の違いの類です。ムスリムは、ムハンマド・サッラッターフ・アライヒは、サッラムがもたらした教えに従って働き、それを審判の日まで継続します。そのため、彼らは、全人類の歴史のすべての期間を働き続けたものと同等の報酬を得ることになります。なぜなら彼らは、最初のグループ、ユダヤ教徒が丸一日働く契約を結びながら途中で放棄したのとは対照的に、全時代を通じてアッラーへの崇拝、イバーダを全うし、一日の終わり、人類の歴史の終わりまでやり遂げたからです。このハディースから得られる教訓、ファワーイド。第一に、至高なるアッラーがこのムスリム共同体、ウンマを優遇され、わずかな活動期間、あるいは短い寿命や労力であるにもかかわらず、その報酬を豊かに満たしてくださるという大いなる恩寵。第二に、すべての行為の価値は、その結末、最後をどのように終えたかによって決まるということ。第三に、人々に物事を教え、わかりやすく説明するために、例え話、メタファーを用いることの有効性。